通勤ラッシュの満員電車、人間関係、パワーハラスメント。私たちサラリーマンは常にストレスにさらされながら月に一度の報酬のために働いています。月に一度の報酬はストレス発散にはなりません。ストレスを溜め込んでも報酬は増えません。だったら週に1回くらいストレスを発散してもよいではないですか。たくさんのお肉とご飯、たくさんのお肉とご飯で自分をねぎらってあげましょう。大きな鍋で煮込んだ肉の塊、私たちのストレスの塊も鍋の中で煮込まれて消えてゆく。カウンター越しに覗く大鍋にそんな光景を思い描いてしまいます。肉、肉、肉。今日の天気は肉時々ご飯。そんなジョークをつい口に出したくなってしまいます。親父ギャグ。軽いジョークのつもりがハラスメントな発言とされてしまう昨今において、職場ではジョークを口に出すのも慎重にならざるを得ません。昭和と平成では通じたジョークやノリが令和では通用しません。誰もがセンシティブになった時代、頭の中で思ったことを口に出す前に一度肉とご飯を口に入れましょう。肉とご飯を咀嚼しながら頭の中で思ったことを咀嚼する。今思ったことを口に出すべきか否か、よく噛んでよく考えてから発言する。自分で自分を制御できない中年男性は肉飯を食べに来ると良いでしょう。お腹が満たされれば邪念もなくなるというものです。丼の中のタレの染みたご飯をかき込んでいると、食べている最中は少なくとも今日のストレスは忘れられます。それでいいんです。仕事で生まれたストレスという無形の産物を肉と飯は忘れさせてくれます。顧客からの理不尽なクレーム電話、反りが合わない上司や同僚の人間性、くしゃみの音がやたらと大きい中年の男性上司。ストレスの原因は探し始めたらキリがありません。ネットの情報が氾濫し、自分に無関係なことに腹を立てる人が増えた時代、腹を立てるなら腹を満たす。イラッときた日は肉と飯。月に1回の給料だけでなく週に1回の肉と飯。ストレス社会でありストレスを探す時代だからこそ、私たちには肉と飯が必要なのではないでしょうか。ニンニク、野菜増し。肉と飯にはルールはありません。注文で慌てるストレスもなく、がっつりと食欲を満たすことができる。肉飯は令和の時代の救世主でもあります。仕事でがっつり詰められた日のがっつり飯。がっつり詰められて退職代行サービスを使うくらいなら肉で飯を食べましょう。自分の人生もよく咀嚼して考えることができるはずです。甘辛いタレによく脂の乗った肉を食べていると、自分の人生にはまだ脂が乗っている。満腹感とともに洗脳感に包まれてゆきます。洗脳感に包まれたがゆえにハラスメントで失脚しないよう、最後までしっかりと咀嚼して食べましょう。脂が乗っている時ほどつるっと滑って転ぶ。人生そんなものではないでしょうか。こうしてまた私たちは大きな鍋の中で揺れる肉の塊のように、乗車率 150% の満員電車に揺られながら、ストレス発生と発散の狭間の中で
1ヶ月後の人参を求めて働いてゆくのです。